読書は推し活。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回は2025年に読んだ小説の中から夢中で読んだ10作を紹介します。中には映画化やドラマ化作品も、あなたが知っている作品もあるかも。ミステリーが多くランクインしましたが、他のジャンルももちろんあります。あなたがお気に入りの一冊と出会うきっかけになれたら嬉しいです。ぜひコメント欄であなたの今年のベスト小説も教えてくださいね。それではランキングスタートです。今年の小説第10位は30の短編小説。本作は2025年11月7日に朝日新聞出版から発売された短編アンソロジーです。前者は小説トリッパー編集部で文芸誌小説トリッパーの創刊30周年を記念して作られました。この本の最大の特徴は何といっても執筆陣の豪華さです。青山美智子さん、浅井亮さん、伊坂幸太郎さん、江国香織さん、加藤茂明さん、三浦紫耀さん、吉田修一さん、米沢ほのぶさんなど、今をときめく30人の作家が集結しているよね。純文学作家からエンタメ作家、芥川賞作家から本屋大賞作家、新進気鋭の若手からベテランまで、本当にバラエティに富んだ顔ぶれです。普段は純文学しか読まない人も、エンタメ小説が好きな人も、誰もが楽しめる構成になっています。そして全ての作品に共通しているのが30というテーマ。あなたは30という文字から何を思い浮かべますか？30歳、30年、30秒、30人など、それぞれの作家が30という数字をどう料理するのか、その発想の豊かさが楽しめます。同じテーマだからこそ個性が出ますし、何より一つのテーマからこれだけ多彩な世界観が生み出されることに、物語の力ってすごいな、と思わされました。個人的に特に良かったのは、浅井亮さんの30番目、会議のシーンから始まる本作の主人公たちは、ショートドラマのコンペに出す企画を考えています。テーマは30。そう、このアンソロジーと同じテーマです。主人公はベテランの上司で、後輩たちの30をテーマにした企画案を聞いては、類似の作品がすでにあることを指摘します。ネタかぶりを避けるためにも、日々2倍速で動画や本の朗読を聞き、最新情報を取り入れる主人公。しかし、徐々に価値観に変化が現れて、というお話です。浅井亮さんらしく現代社会の風刺を入れつつ、最後にもう一つ仕掛けが用意されていて、このアンソロジーを読む人だからこそ楽しめる作りになっていました。また、鈴木優衣さんの世界文学ものづくしも好きでした。鈴木優衣さんは、ゲーテは全てを言った、第172回芥川賞を受賞した2024年にデビューしたばかりの作家さんですね。本作では、まずタイトルページに1枚の画像が載っていました。横長の画像には世界的に有名な文学者が35名、代表作とともに縦書きで印字されており、その下には0から30までのメモリが表示されています。これは主人公が文通仲間からプレゼントされた物差しです。主人公は昨年デビューしたばかりの新人作家で、物差しの一番左には、文通仲間の手で主人公の名前と小説名が追加されています。彼はそのうち、この物差しを常時持ち歩くようになって、というお話です。主人公は鈴木優衣さん自身をモデルにしているように感じました。鈴木さんは大学院で英文学を研究されているそうで、その知識が盛り込まれていて勉強にもなりました。さらに物語の終盤に向けて不思議な感覚を味わうことができる展開が個人的に好みでした。アンソロジーの良いところは知らなかった作家さんとの新しい出会いがあることですよね。私自身この人の作品をもっと読んでみたいと思える作家さんが何人も見つかって本当にお得な一冊でした。本作は小説トリッパー30周年記念として企画されたものですが、実はこのシリーズ過去にも20の短編小説、25の短編小説が出ていて、どれも好評を博しています。小説好きの人はもちろん、普段あまり小説を読まないという人にもおすすめです。短編だから読みやすいし、いろんなジャンルが入っているから、きっとお気に入りの一作が見つかるはず。通勤・通学時間やちょっとした空き時間に一作ずつ読むのもいいですし、休日にまとめて読むのも贅沢な時間になります。読書の幅を広げたい方、新しい作家さんとの出会いを求めている方、短編小説が好きな方には特におすすめの一冊です。動画を見てくださった 95% 以上の方が未登録です。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。今年の小説第9位は、ポーダイエ、イギリスの女性作家、バージニア・ウルフが1927年に発表した作品です。もう100年近く前の作品なんですが、2024年、鴻巣幸子さんによる新訳版が出て話題となりました。この作品は、モダニズム文学の金字塔です。モダニズム文学って聞いて、何それって思った方もいるかもしれませんね。簡単に説明すると、1920年前後、第一次世界大戦後のイギリスを中心に起こった文学の流れのことです。それまでの小説は、時間が順番に進んで、ストーリーがはっきりしていました。でもモダニズム文学は違います。時間がバラバラに飛んだり、過去と現在が混ざったり、ストーリーよりも人の心の動きを描くことを重視しました。特徴的なのが、意識の流れ
という手法、例えば授業中にこんな風に考えることってありませんか？先生の話聞かなきゃ、でもお腹すいたな、昼ご飯何かな、そういえば昨日見たアニメ面白かったな。こんな風に人の頭の中って一つのことをずっと考えてるんじゃなくて、いろんな考えがぐるぐる回ってますよね。これをそのまま文章にしたのが意識の流れです。第一次世界大戦後、ヨーロッパの人たちは異性的に物事を進めてきたはずなのに、なんでこんな悲惨な戦争が起きたんだって疑問を持ちました。それで人間の心の奥底にはもっと複雑で理屈じゃ説明できないものがあるんじゃないかって考えて、それを表現しようとしたんですね。東大へはまさにそのモダニズム文学の代表作です。舞台はスコットランドの避暑地にある別荘、ラムジー一家が毎年夏を過ごす場所です。物語は3部構成になっていて、第1部、窓、家は、ある夏の一日が描かれます。ラムジー夫人を中心に、家族や客人たちの内面が丁寧に綴られていきます。第2部、時は過ぎゆく、絵は、第一次世界大戦を挟んで10年の歳月が流れます。この部分がとても印象的で、人の死や家の荒廃がまるで時の流れそのもののように淡々と語られるよね。そして第3部、東大へで残された家族が再び別荘を訪れ、10年前には果たせなかった東大への航海を実現させます。ウルフの文章は美しくて、特に自然描写が素晴らしいです。海の波、夕暮れの光、庭の花々、それらが登場人物の心情と重なり合って詩的な世界を作り出しています。ただ正直に言うと、この本めちゃくちゃ読みにくいです。私も最初読んだ時何度も挫折しかけました。普通の小説のようにこういうことが起きて次にこうなってという明確なストーリー展開はほとんどありません。また今どんな場面なのか、誰の視点なのかといった説明もありません。急に過去に飛んだり、レイさんの視点で描かれていると思ったら段落を変えることもなく B さんの視点に移っていたりします。もともと海外文学って神の視点で描かれることが多くて、日本文学よりも視点の移動が多いと思うんですが、東大へはもうそんな問題じゃないんです。集中して読んでいないとすぐに何のことを話しているんだろうと物語から振り落とされます。難解と言われるバージニア・ウルフの作品ですが、本当に難しかった。でもだからこそ価値があると思いました。現代って YouTube 動画も SNS も漫画もすぐにわかる、面白いってなるコンテンツばかりですよね。動画を作っている私が言うのもなんですが、しかし東大へはすぐには理解できない、何度も読み返さないとわからない、このすぐにはわからないっていう経験が実はめちゃくちゃ貴重やなと思いました。現実世界って物語と違ってわからないことだらけじゃないですか。将来のこと、自分が本当にやりたいこと、親や友達など周囲の人の気持ち。東大へを読むのはそういうすぐにわからないものと向き合う練習になるんだと思います。特に印象的だったのはラムジー夫人の存在感です。彼女は第一部の中心人物で、家族や客人たちをまとめる太陽のような存在なんやけど、第二部ではこの変化が時間の経過の残酷さと美しさを同時に感じさせてくれます。また、画家のリリー・ブリスコという女性の視点も重要です。彼女は芸術家としてラムジー夫人の肖像を描こうとしているんやけど、なかなか完成させられない。でも最後、10年の時を経て、彼女はついに絵を完成させます。このシーンは芸術とは何か、人生とは何かを問いかけてくるような深い余韻を残してくれました。読み切るコツですが、私は数十ページ読んだ後、これわからんとなり、先に翻訳者である河野水紀子さんの略者後書きと津村紀子さんの解説を読みました。序盤は特に大量の登場人物の名前が出てくる割に、それがどんな人なのか説明をしてくれないものだから心が折れそうになるんですが、この後書きや解説を読むことで頭が整理できてよかったです。そして一番大事なのは無理しないこと。東大へみたいな本は今すぐ理解するための本じゃなくて、一生かけて付き合う本なんやと思います。今は 20% しかわからなくても、来年読んだら 30% わかるかもしれない。5年後に読んだら全部わかるかもしれない。私も読み切ったものの全てを理解できた気はしていません。だからまた時間が経ってから読み返してみたい。モダニズム文学に興味がある人、バージニア・ウルフの代表作を読んでみたい人、そして何より人の内面や時間の流れについて深く考えたい人にはぜひ挑戦してほしい一冊です。今年の小説第8位は鬼平犯科帳1。本作は1967年12月にオール読み物で連載が始まった池波正太郎さんの代表作で全24巻の文庫版で完結しています。時代劇でもおなじみの本作については今更かよって思う人が多いかもしれませんが、私は今年になって今更読みました。そしたらこれがもう面白いのなんの。時は江戸時代後期、主人公は火付盗賊改め方の長官長谷川平蔵です。火付盗賊改め方っていうのは放火や押し込み強盗、賭博といった重罪を取り締まる現代でいう特殊捜査機関みたいなもので、切り捨て御免の権限も持っていました。盗賊たちからは鬼の平蔵、鬼平と恐れられる平蔵ですが、
実際の彼は義理も人情もユーモアも心得た懐の深い人物なんよね。一巻には全8編の短編が収録されていて、連作短編集という形式になっています。どの話も15から30ページほどで読めるから、隙間時間にも読みやすいのが嬉しいところです。私は今年の7月に初めてこのシリーズを読んだんやけど、驚くほどスラスラ読めました。57年前の作品とは思えないほど文章が読みやすいんです。時代小説って難しそうと思ってる人にこそ読んでほしいですね。印象的だったのは盗賊たちとの駆け引きの描き方です。盗賊がお勤め、つまり盗みをするために暗躍する場面がとてもリアルに描かれているよね。映像がそれを追い詰めていく過程は推理小説を読んでいるような面白さがあります。それから映像の人情味あふれる部分も魅力的です。元盗賊を密偵として雇ったり、更生の機会を与えたり、若い頃は自分もやんちゃをしていたからか、ただ取り締まるだけじゃなくて相手の事情を理解しようとする姿勢が心に響きます。また完全懲悪さが気持ちいいよね。短編によっては映像ではなく盗賊視点で描かれることも多いんやけど、悪いことをした人は必ずその報いを受ける形になっています。悪は必ず裁かれるというお約束が理不尽なことが多い現実を癒してくれる。だからこそこの作品は長年愛され続けているのではないでしょうか。時代小説初心者の人にも、ミステリー好きの人にも、そして人間ドラマが好きな人にもおすすめできる作品です。全24巻と長いシリーズですが、短編集だから好きな話から読んでも大丈夫。まずは1巻から江戸の水人、鬼平の世界に浸ってみてください。今年の小説第7位はジェリーフィッシュは凍らない。本作は雪山を舞台にしたクローズドサークルです。クローズドサークルとは何らかの事情で外界との往来が断たれた状況下で起こる事件を扱ったミステリー作品のこと。本作は市川優斗さんが第26回相川哲也賞を受賞したデビュー作で、21世紀のそして誰もいなくなったと呼ばれています。舞台は1983年のパラレルワールド。私たちの知る歴史とは少し違って、ジェリーフィッシュという小型飛行船が開発された世界です。携帯もネットもない時代なのに、こうした架空の技術が存在するという設定が面白いよね。物語は飛行船内での事件パート及び刑事のマリア・ソールズベリーと部下の九条連が捜査するパートが交互に描かれます。まず飛行船内での事件パートについて説明すると、特殊技術で開発された小型飛行船ジェリーフィッシュ、その新型機の試験航行中、技術開発メンバー6人が乗る艇内で1人が変死体となって発見されます。さらに自動航行システムが暴走し、雪山に不時着、脱出できない密室状態で次々とメンバーが犠牲になっていきます。次に操作するパートについて、優秀だけどそこに問題がある警部マリアと完璧主義で毒舌な部下レンの凹凸コンビのやり取りを楽しめるパートです。本作はマリア&レンシリーズの第1作で、続編にブルーローズは眠らない、グラスバードは帰らないなどがあるんよね。だからこのコンビを気に入った人はまだまだこの世界観を楽しむことができるのも嬉しいところ。私が本作で驚いたのはトリックの精巧さ。科学的な要素を取り入れた本格ミステリとして完成度が高いです。犯人の独白、事件の現場、捜査パートという3つの視点が並行して進むんやけど、それぞれがどうつながっていくのか最後まで目が離せません。個人的になぜ事件が起きたかという動機が好みでした。いくらトリックがすごくても登場人物たちに感情移入できない作品はあまり魅力的に感じられないのですが、そういう意味で本作はとても良かったです。本格ミステリが好きな人、SF 要素のあるミステリを読んでみたい人、クローズドサークルものが好きな人には特におすすめの一冊です。今年の小説第6位は君のクイズ。本作は2022年10月に朝日新聞出版から刊行された小川聡さんの長編ミステリー小説です。2025年4月には文庫版も発売されました。第76回日本推理作家協会賞を受賞し、2023年本屋大賞にもノミネートされたベストセラーで、2025年には舞台化、2026年には映画化も決定している話題作です。作者の小川聡さんは2022年の地図と拳で第168回直木賞及び第13回山田風太郎賞を受賞した現代を代表する作家の一人です。物語の舞台は賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組の決勝戦。主人公でクイズプレイヤーの三島レオと対戦相手の本庄絆は7本選手の早押しクイズで6対6の大接戦を繰り広げていました。そして運命の最終問題文が読まれるまさにその瞬間、早押しボタンが点灯した音が主人公の耳に響きます。押したのは対戦相手の本庄。やっちまったなと主人公は思います。なぜなら問題文がまだ1文字も読まれていなかったからです。賞金1000万円というプレッシャーに負けて相手はミスをしたに違いない。主人公はそう考えました。ところが、ママ、クリーニングをのでらよ。本庄はそう口にします。誰もがあっけに取られる中、もう一度、ママ、クリーニングをのでらよ。
10秒ほど間があって鳴ったのは正解を示すピンポンの音。なんと本庄は問題文が1文字も読まれていないのに正解してしまったんです。これは一体やらせなのか、それとも実力なのかという謎を解くミステリー作品です。読んでみて感じたのは、まずクイズ小説という新しいジャンルの面白さです。問題文が読まれる前に答えるなんて絶対に不可能だと思うんですが、三島がロジカルに検証していく過程がめちゃくちゃ興味深い。0文字をシーンの謎をどう解明するのか、ページをめくる手が止まりませんでした。しかもこの作品、単なるトリック解明だけじゃなくて、クイズにかける人生、記憶と経験の意味、そしてクイズとは何かという深いテーマまで描かれているんです。特に印象的だったのは、決勝戦の問題を振り返るたびに、三島や本庄の過去のエピソードが挿入される構成、エピソードを読み進めるたびに、遠い世界の人に思えるクイズプレイヤーたちに親近感を覚えました。本作がこれほどリアルなクイズ小説になった理由は、小川聡さんの徹底した取材にあります。茶事には友人でありクイズプレイヤーでもある田村忠さんと徳久典康さんに助言してもらったと書かれています。田村忠さんは2010年の第30回高校生クイズで優勝した海星高校のメンバー、YouTube チャンネルクイズノックやテレビ番組でおなじみの伊沢拓司さんの2学年上の先輩です。小川聡さんとは東大の先輩後輩にあたり、気軽に相談できる関係だったそう。私ももともとクイズノックの動画を拝見していたので、解説に田村忠さんのお名前を見つけたとき、パッとお顔が浮かびました。それと同時に、そっか、小川さんも東大だったな、ということを思い出しました。一方の徳久典康さんは、競技クイズ界最強の男の異名を持つトップクイズプレイヤー。小川さんとは仕事で知り合い、クイズ的におかしな部分を全部チェックしてくれる心強い存在でした。しかも徳久さんは、本作で使われている問題作成も手伝っていたんです。小川さんがウーロン茶に関係するクイズを作りたいといえば、すぐに5問くらい用意してくれて、確定ポイント、ここまで問題文を聞けば答えが一つに絞れるという単語や一文まで全部教えてくれたそう。さらに小川さんは伊沢拓司さんの著作やクイズノックの動画も参考にしたそうです。クイズノックを見たことがある人なら本書に出てくる早押しクイズのシーンも映像としてリアルに思い浮かべられると思います。実力派クイズプレイヤーたちの全面協力を得て徹底的にクイズの世界を取材して生まれた本作。だからこそ、0文字をシーンの謎がこれほどまでにリアルで説得力があるんですね。クイズ番組が好きな人はもちろん、ミステリーが好きな人、そして知ることの意味について考えたい人にもおすすめの一冊です。2026年公開予定の映画も今から楽しみですね。追い返しです。今までで気になった作品はありましたか？繰り返しになりますが、あなたの今年のベスト小説もぜひ教えてくださいね。それでは続いて、今年の小説第5位は、ファラオの密室。本作は2023年第22回このミステリーかすこい大賞を受賞し、2025年4月に文庫版が刊行された白川直文さんの長編ミステリー小説です。舞台は紀元前1330年頃の古代エジプト。死んでミイラにされた神官のセティは心臓に賭けがあるため冥界の審判を受けることができません。賭けた心臓を取り戻すために地上に舞い戻ったセティに与えられた期限はたったの3日。自分が死んだ事件を捜査しながら密室状態のピラミッドから消失した西欧のミイラの真相を追う探偵役がミイラの異色のミステリー作品です。本屋で見かけるたびにタイトルと表紙から気になっていた作品で今年文庫化されたことをきっかけについに購入しました。実際に読んでみると期待以上の作品でしたね。まず驚いたのが古代エジプトの描写の丁寧さです。白川さんは相当な時間をかけて取材や資料調査をされたんだと思います。王宮の様子、神官たちの儀式、当時の生活習慣、死生観、細部まで作り込まれていて、まるで本当に古代エジプトにタイムスリップしたような臨場感がありました。本文中には、なんと象形文字であるヒエログリフも登場します。特に印象的だったのは、当時の死に対する考え方です。古代エジプトでは死後の世界が現実と同じくらい重要視されていて、ミイラ作りや副葬品の準備など死後の旅立ちのための儀式が非常に複雑なんよね。この死生観がミステリーのトリックにも巧みに絡んでくるのが秀逸でした。死後の世界という現代日本の私たちからすればちょっとファンタジーに思える設定も出てきますが、密室トリックの謎解きなどにファンタジー要素が使われているわけではないため、本格ミステリー好きの方にも安心して読んでいただけます。個人的にはラストが特に好きでした。最後に明かされる主人公の謎についてはそうなんだろうなと途中で気がついていたんですが、頑張って謎を解き、現世を生き抜いた主人公が報われるラストで良かったです。ミステリーが好きな人はもちろん、古代エジプトや歴史に興味がある人にも強くおすすめしたい一冊です。ミステリーと歴史ロマンの両方が味わえる贅沢な作品でした。今年の小説第4位は、真相版7回死んだ男。本作は1995年に刊行されてベストセラーとなった傑作ミステリーです。
ずっと積んどくしていたんですが、今年ようやく読むことができました。私が読んだ新装版は2017年に発売されています。物語の主人公は高校生の久太郎。彼には得意体質があります。それは反復落とし穴と呼ばれる同じ一日を何度も繰り返してしまう体質。能力ではなく体質のため、自分でコントロールできるわけではありません。ある日、突然落とし穴に落っこちて、同じ24時間を9回繰り返さなければ次の日を迎えられないというルールです。いわゆるタイムリープものなんですが、オリジナリティが感じられて本当に面白かったです。事件はある年の正月に起こります。久太郎の祖父は相当な資産家。毎年簡単に遺言状を書き換える習慣があった祖父は、今晩各遺言状を最終決定とすると宣言。本家に集まっていた親族たちは、後継者は誰になるのか腹の探り合いをしています。まだ高校生の久太郎は半ば他人事でそんな様子を眺めながら本家に宿泊しました。そして次に目を覚ますと、また反復落とし穴に陥っていたのです。しかもループ2周目では、1周目にはなかった祖父殺人事件が勃発。一日を何度も繰り返せる久太郎は祖父を救うためにあらゆる手を尽くしますが、犯人だと疑った人物を引き止めても、異なる方法で祖父は必ず殺されてしまい、という登場人物全員が怪しく見えてくる SF 本格ミステリーです。本作の魅力は単なるトリックの面白さだけじゃないよね。久太郎が何度もループを繰り返す中で、家族や親戚たちの本音や隠された感情が少しずつ明らかになっていきます。遺産相続という古典ミステリーの王道テーマをモチーフとしながら、ポップな文体で重苦しさを感じさせない西澤康彦さんの文章にすっかり引き込まれてしまいました。私は西澤さんの仕掛けた謎にすっかり騙されてしまいましたが、推理力に自信がある人は謎解きに挑戦してみてください。ミステリー好きはもちろん、タイムリープものが好きな人、SF 要素のある物語が好きな人にもおすすめできる一冊です。今年の小説第3位は笠崎殺人事件。本作はイギリスの作家アンソニー・ホロベッツが書いた長編ミステリー小説です。2016年にイギリスで刊行され、日本では2018年に東急草原社から翻訳版が出版されました。翻訳は山田蘭さんが担当されています。2022年にはイギリス BBC でドラマ化され、日本でも2023年に NHK で放送されて話題になりました。シリーズ第3弾のマーブル間殺人事件が2025年9月に発売されたらしく、本屋のミステリーコーナーに平積みされていて、ずっと気になっていました。この全面が一色で塗られた書影が目立つんですよね。シリーズすべて上下巻のため、なかなかの出費だなと迷っていましたが、ついに手を出してしまいました。本作は編集者スーザン・ライランドが発表前の小説笠崎殺人事件の伝言を読むシーンから始まります。3ページほどの短いシーンの中で、その伝言は名探偵アティカス・ペントシリーズの第9作目であることが明かされ、その後すぐに小説笠崎殺人事件が始まります。1950年代のイギリスのとある村を舞台にした古典的ミステリーで、アガサ・クリスティへのオマージュに満ちた作品です。まだネットも携帯電話もない時代、村の名士パイジュン男爵の屋敷で家政婦が階段から転落し命を落とします。ただの事故かと思いきや、村の住人の多くが彼女を殺害する動機を持っていて、というお話です。最初は名探偵が登場せず、説が切り替わるたびに語り手が変わって、村の住人たちのプロフィールや事情が読者に伝えられます。登場人物は多いのですが、皆個性的なキャラクターばかりのため、混乱することなく読むことができるはずです。夢中になって読み進めていくと、上巻は名探偵が犯人の名前を助手に告げるところで終わります。が、下巻からいよいよ謎解きが始まるので、そう思って下巻を開くと、ここからは実際に本文を読んでみてください。一つお伝えすると、小説笠崎殺人事件が作中作であることを忘れてはならないということです。ミステリー好きにはたまらない仕掛けが盛りだくさんで、上下巻合わせて約750ページをあっという間に読んでしまいました。シリーズの続編である夜川殺人事件やマーブル間殺人事件も2026年に読みたいと思います。本格ミステリーが好きな人、アガサ・クリスティなど古典ミステリーのファンの人、そして驚きを味わいたい人には特におすすめです。今年の小説第2位はエンダーのゲーム新訳版。本作はオース・スコット・カードが1985年に発表した SF 小説です。私は田中克恵さんが翻訳を担当した2013年版を読みました。早川書房の早川文庫 SF から刊行されている本作はエンダーシリーズの記念すべき第1作。後に死者の代弁者、ゼノサイド、エンダーの子供たちといった続編も書かれ、壮大なシリーズへと発展していきました。2013年には映画化もされており、エイサ・バターフィールドが主人公エンダーを演じています。日本では2023年に舞台化もされるなど、時代を超えて愛され続けている名作です。これまた今更なんで今って思われるかもしれないんですが、ストーリー構成に関する創作論の本に登場したことをきっかけに読んでみることにしました。
物語の舞台は異星人バガーとの戦争が続く未来の地球。人類は過去に2度バガーの侵攻を受けており、3度目の侵攻に備えて優秀な子供たちを宇宙の訓練施設バトルスクールに送り込んでいます。主人公はアンドリュー・イキン、通称エンダー、わずか6歳で選抜された天才少年です。バトルスクールでは無重力空間での模擬戦とバトルルームでの訓練が日々行われます。エンダーは持ち前の戦略的思考と冷静な判断力で頭角を現し、史上最年少の艦隊司令官を目指していくことになります。本作の魅力は、まず何といっても主人公エンダーというキャラクターの造形の深さです。エンダーの兄、ピーターには暴力的な本性があり、姉のバレンタインは優しさの象徴。エンダーはその中間に位置する存在として描かれ、自分の中にあるピーター的な部分を恐れながらも、それを利用して勝利をつかんでいくんです。バトルスクールでの訓練描写も読みどころの一つ。無重力空間での立体的な戦闘シミュレーション、バトルルームは SF 作品やゲームが好きな人にはきっと刺さると思います。チーム戦での駆け引き、新しい戦術の開発、仲間たちとの絆と対立、少年たちの成長物語としても、軍事戦略ものとしても、どちらの側面からも楽しめる作品になっています。そして何より、この物語の核心は終盤に待ち受ける衝撃の真実です。ネタバレは避けますが、物語全体の意味が一変するような展開が待っています。創作論の本には様々なことが書かれていましたが、一つには主人公に試練を与えることとありました。本作エンダーのゲームではその通り、主人公のエンダーにこれでもかと試練が与えられます。いや、そりゃさすがに無理でしょと読者が絶望してしまうほど。しかし、天才であるエンダーはその試練をも乗り越えるんよね。でも、彼の心は追いついていない。本当は戦いたくない彼は、有能であるがゆえに、戦いに勝ててしまうことにずっともがき苦しんでいます。本作はただのエンターテインメント小説ではなく、戦争の本質、リーダーシップのあり方、教育の功罪、異文化理解など、深いテーマも扱っています。特に敵を理解することと敵を滅ぼすことの矛盾については、読者に重い問いを投げかけてきます。原著は1985年の作品ですが、全く古さを感じさせません。むしろゲーム世代が育った現代だからこそ、より共感できる部分も多いのではないでしょうか。バトルスクールでの訓練がまるで e スポーツのような感覚で描かれているのも興味深いところです。SF 小説が好きな人はもちろん、戦略ゲームが好きな人、少年の成長物語が読みたい人、そして深いテーマを持った物語を求める人には、ぜひ読んでほしい一冊です。続編の死者の代弁者もすでに入手済みのため、2026年に読み進めたいと思います。さて、いよいよ第1位の発表です。2025年に読んだ今年の小説第1位は国宝。やはり2025年の読書体験として国宝が最高でした。本作と2025年6月6日公開の映画国宝については映画公開直後に感想動画を投稿しています。特に原作小説の動画は17,000回以上見ていただけており、たくさんの人に届いて嬉しいです。小説、映画の内容や魅力についてはそちらの動画で詳しくお話ししているので、ぜひご覧ください。今回は映画公開後の最新情報、特に2025年7月から12月にかけて映画国宝が打ち立てた驚異的な記憶についてお話しします。まず、興行成績についてです。映画国宝は12月時点で興行収入 178.7 億円を超え、観客動員1231万人を突破しました。これは邦画実写として22年ぶりに歴代記録を塗り替えたことを意味します。2003年公開の踊る大捜査線ザ・ムービー2レインボーブリッジを封鎖せよの 173.5 億円を上回り、邦画実写の歴代1位に躍り出たんです。さらに驚くべきはその達成の仕方です。初週末の興行収入はわずか 3.4 億円でした。通常、興行収入100億円を突破する作品は初週末20億円前後かそれ以上の成績を上げることが多いんですが、国宝は全く違ったんですね。口コミと SNS での高い評価を追い風に、4週連続で前週比を上回るという異例の記録を達成しました。これは2018年のボヘミアン・ラプソディ以来の快挙です。そして8月17日、公開からわずか73日間で興行収入100億円を突破。邦画実写作品としては22年ぶり4本目の快挙となりました。半年経った今でも映画館で見ることが可能ですし、この持続力は本当にすごいですよね。次に、海外での評価についてです。8月28日、映画国宝話題98回アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決定しました。そして12月17日、さらなる朗報が届きます。国宝が国際長編映画賞とメイク&ヘアスタイリング賞の2部門でアカデミー賞のショートリストに選ばれたんです。日本作品が2部門同時にショートリスト入りするのは注目すべき快挙です。
今後、アカデミー会員によるノミネーション投票を経て、両部門とも5作品に絞り込まれます。ノミネート作品の発表は2026年1月22日に行われる予定です。ちなみに、ハリウッドでも国宝への注目度は高く、なんとトム・クルーズが主催で上映会を開催したことでも話題になりました。2026年2月には北米での公開も決定しており、世界的な評価がどこまで広がるのか、本当に楽しみですね。また、国内での受賞も続いています。映画国宝制作チームは第73回菊池寛賞を受賞、多摩映画賞では最優秀作品賞も受賞しました。映画だけではありません。原作小説国宝も累計発行部数200万部を突破する記録的なベストセラーとなっています。さらに2025年の年間ベストセラーでは日版、東販、オリコンの3社すべてで文庫部門第1位を獲得しました。映画と原作小説両方が2025年を代表する作品となったんですね。このブームを記念して2026年1月7日から1月28日まで銀座ソニーパークで映画国宝展熱狂は終わらない物語は続くが開催される予定です。劇中の名場面を捉えた写真展示や主題歌ルミナンスを立体音響空間で鑑賞できるなど映画の世界観を追体験できる内容になっているそうです。映画を見たすべての人への感謝を込めた展覧会とのことなので、映画を見た人はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。初週末わずか 3.4 億円から始まった映画が口コミで広がり22年ぶりの記録を打ち立て、さらにはアカデミー賞のショートリストにまで選ばれる。2025年を語る上で国宝は欠かせない作品となりました。改めて原作小説の魅力については以前の動画で詳しく語っているので、そちらもぜひご覧ください。以上、2025年夢中で読んだ小説ベスト10の発表でした。いかがでしたか？概要欄に紹介した作品の購入リンクを貼っているため、興味を持った作品があればチェックしてみてくださいね。あなたの今年のベスト小説もぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。